4秒で倒す。4秒で倒す。4秒で倒す。こんにちは、異次元の発想力ヨッシーです。今回は4秒で倒すという戦略を紹介したいと思います。冒頭の動画はたまたま早く倒せた試合を載せたというわけではなく、考え抜いて実行した戦略によるものになります。ではなぜ4秒勝利を目指したのか、4秒で勝利することのメリットは何なのか、何がきっかけで発想を得たのかといった話をしていきたいと思います。4秒で勝利することのメリットは、遅効性のアイテムを無力化できるという点になります。この戦略を思いつくきっかけになったアイテムが吸血のグローブで、吸血を6も手に入れることができる非常に強力なアイテムですが、発動に4秒かかるというアイテムですね。ノコバで対策ができないので、ノコバを積んでいても吸血ビルドに負けるということがあって、このゲームの中でも屈指の強さのアイテムだなと思っていました。しかしよくよく考えてみれば、発動に4秒かかるので、4秒で試合を終わらせてしまえば何の効果もないガラクタと化すことになります。この気づきが今回の4秒で倒すという戦略を思いつくきっかけになりました。そして他のアイテムを見渡してみると、ブラッドソーンも非常に強力な武器ですが、リジェネを変換して攻撃力を高めていくには時間がかかる武器ですし、幸運泥棒のアリスイなんかも試合時間4秒では1回の起動しかできなくなり、 5% の速度アップしかできないアイテムになり下がります。各種スラバートもせいぜい発動できて1回、人参スラバートは発動した後に武器で攻撃しないと意味がありませんし、ブラッディスラバートも吸血バフを高めてからでないと効果的ではありません。他にも発動に5秒かかるバナナはガラクタですし、パイナップルも同様です。これらのアイテムの多くはこのゲームのティア表を作った場合には S ティアや A ティアに分類されてもおかしくないぐらい強力なアイテムですが、4秒という試合時間の世界においては最低ランクのティアに落ちることになります。という感じで、もし4秒で勝つということができれば、現在猛威を振るっているアイテムの多くを無力化できると思ったので、4秒で勝つということを目指して戦略を練り始めました。この戦略を実現するにあたって最も重要なアイデアがこちらになります。ゲーム内に存在しないアイテムをゲーム内に作り出す。この発想があって初めて実現できる戦略です。ドラゴン川のブーツというアイテムの効果発動条件は戦闘開始時ではありません。もしこのアイテムが戦闘開始時だったらめちゃくちゃ強いですよね。戦闘開始直後にクリティカル率と全ての武器の攻撃力を高めることができてしまい、6ゴールドにしては強すぎるアイテムになってしまいます。なので実際にはそうなっておらず、体力が 70% 以下になった時という発動条件になっています。ここで使いづらいアイテムだなと思うのではなく、ゲーム内に理想のアイテムがないのであれば自分で作り出せば良いのです。そこでドラゴン川のブーツの効果発動条件を変更させていきます。シールドポーションを使うと自分の体力を減らすことができますので、シールドポーションを複数積んで体力を 70% 以下にすることができれば、瞬時にドラゴン川のブーツの効果発動条件を満たすことができます。ところがシールドポーションの発動条件も戦闘開始時ではありませんので、シールドポーションも自分の都合がいいように発動条件を戦闘開始時に変更していく必要があります。そこで利用できるアイテムが守護のハンドバッグや石炭の塊といったアイテムになります。守護のハンドバッグを5個、もしくはハンドバッグ2個と石炭の塊2個といった具合で揃えることで、戦闘開始時にシールドを20貼ることができますので、シールドポーションの効果発動条件を戦闘開始時に変更することができ、これによってドラゴン川のブーツも戦闘開始時に変更できることになります。革の鎧なんかももちろん利用できるのですが、あまりにもゴールドコストが高く、カバンの消費量も多いのでおすすめしません。さあでは次にスタミナについて考えていきたいと思います。4秒で倒すということを考える上で、スタミナ計算は切り離せないものになります。当然より多く武器を積めばそれだけ早く相手を倒せるわけですが、4秒で倒すということはバナナは使えないということになります。自分が初心者の頃、武器に書かれている1秒間に必要なスタミナ量を見て、例えば木の剣、英雄の剣の場合、0.7 プラス 0.7 プラス 0.5 で1秒間に 1.9 のスタミナが必要だなという感じで考えていました。
これは長期的に見た場合にはおかしくない考え方になりますが、短時間で考えた場合には武器を詰める量を少なく見積もってしまい、試合時間を無駄に長くしてしまう可能性があります。今は 4.2 秒の時間で木の剣で3回攻撃するのにスタミナ消費が3、英雄の剣で3回攻撃するのにスタミナが 2.1、合計で 8.1 のスタミナが必要で、それだったらバナナなしでもスタミナが足りるというようなスタミナ計算をしています。それでは次にダメージ計算を見ていきましょう。4秒で倒すということを実現させるためのビルドとして、英雄のロングソードと毒漆を主軸としていきます。この時に脇を固める武器としては、今のところアタッククロー2つと貫き牙の弓矢2つがベストなんじゃないかなと思っています。武器を5つ積むというわけですね。このように多い本数の武器を積むために先ほどのスタミナ計算の方法が必要になっています。スライドのように一例としてエンパワー3の状態で計算してみると、4秒間でクリティカル毒漆の 2.5 倍ダメージで約395のダメージを出せるということがわかります。もちろん乱数がありますので多少のズレがありますが、十分なダメージ量ですね。シールドを貼られたりすることを考えるとエンパワーが4ぐらいあった方がいいかなとか、そういったこともダメージ計算をすることで考えることができます。そして4秒間に必要なスタミナ量はたったの7で十分なことがわかります。5本の武器を積んでいてもバナナは必要ないということですね。実際には盾の存在を考慮したり、エンパワーを得る目的でスタミナポーションは積んでいくことになりますので、スタミナに関しては全く心配がないという感じになっています。では最後に今回の4秒戦略において5秒間ダメージ軽減ができる苦痛のヘルムが天敵になるのではないかと思われる方もいらっしゃると思いますので、その点に関して実際の試合を示してみたいと思います。まずは苦痛のヘルムが1つ積まれている場合、4.4 秒で勝利。多少時間がかかりますが十分火力が足りています。続いてヘルムに加えて吸血鬼のアーマーが積まれている場合、5.25 秒で勝利。こちらも十分火力が足りています。そして苦痛のヘルムが2つ積まれている場合、10.67 秒で勝利。時間がかかりますが、特別苦痛のヘルムで負けが確定するということにはなりませんでした。むしろ苦痛のヘルムよりもサファイアによるシールド貫通の方が今回の戦略の弱点になっていて、実際にそれで負けたことがあります。あとは光の書の無敵に関してですが、相手がリーパーの場合にはマナを貯めるのに時間がかかるので、無敵が発動する前に倒せることがほとんどです。レンジャーでユグドラシルを積んでいる場合には戦闘開始時から無敵になってくるので、3回連続で無敵といったような場合には負けることになると思います。なので全く弱点がないというわけではありませんが、まあ一つの戦略としてはかなりいい感じに仕上がったのではないかなと思います。最近はサファイアとか無敵とかダメージ軽減に対して自分でも苦痛のヘルムを積むようにしていて、その方が安定感があるなという印象があるので、ある程度ビルドが完成したら苦痛のヘルムを一つ作るといいと思います。といったところで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。また見てね。Yeah.